アトラスストアチャンネルアミッケのアトラス35周年グッズご紹介。みんなこんばんは。あれあれ、元気がないな。そんなのだとお姉さんがテレビの中に落としちゃうぞ。もっと元気に言ってみよう。せーの。こんばんは。声ちっちゃくねえか。もっと気合い入れて。はい、いくよ。せーの。こんばんは。よくできました。すごくいい感じ。この感じでみんな行きましょうね。見てるお前らもな、みんなで元気にレッツゴー。あ、そうだ、挨拶がまだだったね。みんなのお姉さんアミッケ35歳だよ。35周年にぴったりのお姉さんだね。おーい、アミッケ。お、ヒーホーくん。俺の存在を忘れてないかい、ヒーホー。ごめんごめん。じゃあとっとと挨拶しちゃって。この番組のマスコット、ヒーホーくんだ。よろしくな。ところでアミッケ、この番組を初めて見る人のために番組の説明をしなくていいのかい？ちゃんと仕事しないとギャラ振り込まれないかもしれないぜ。ヒーホー。ギャラ振り込まれないのは困りますね。はい、この番組ではアトラス大好きな私がこの後始まるメガテン特番開始までの時間を利用しまして、アトラスの新作グッズに関する情報を楽しく紹介しちゃいます。特番開始までお付き合いくださいね。いいネタ入ってるよ。ねえねえ、ヒーホーくん、2021年4月7日って何の日だったか知ってる？今年の4月7日？なんと4月7日でアトラスが創立35周年を迎えました。はい、拍手拍手。あ、よかった。ここの大人も調教済みですね。今は6月だぜ。なんで4月の時にやらなかったの？もう2ヶ月も過ぎてるじゃん。それにあと5年待てば40周年でそっちの方がいいんじゃない？へーほー。黙れ雪だるま。35周年を迎えたアトラス。今日はお友達と一緒にお祝いしていこうと思うの。お友達？誰か来てるの？うん。おいでよ、今日のアトラスっ子。はーい。こんばんは。誰だいこいつは。この人はアトラスの社畜よ。自分で自己紹介お願いね。はい、ミュージックビジネスチーム所属の平木雄一郎と申します。どうぞよろしくお願いします。ゆうくんでいいのかな？あ、そうですね。じゃあゆうくんでお願いします。アトラスに入って何年なの？実はまだ0年で今年の4月に入社いたしました。入社して2ヶ月でこんなことをさせられてるのか。悪魔みたいな会社だな。ヒーホー。ところでゆうくんは番組を見ているみんなにおすすめしたいことがあるんでしょ？はい、今日はアトラス35周年の記念イラストを使用したグッズを皆さんにご紹介したいと思います。ちょっと待った。どうしたの？ゆきヒーホーくん、簡単にグッズ紹介なんかさせないぜ、新人くんよ。俺が出す問題に回答できたら PR タイムをくれてやるぜ、ヒーホー。お姉さん、問題を読んでくれ。問題。アトラスから1995年に発売され、日本中で大ヒットとなったアーケード筐体の名前は次のうちどれ？番組を見ているみんなはわかるかな？わかるかな？わかるかな？まだ生まれてないからな。35周年のアトラス、それにぴったりな35歳のお姉さんの前でまだ生まれてないゆうくん、答えお願いします。じゃあ3番のプリントクラブで。大正解。おー、やった。僕が
イメージキャラクターにもなってたんだよね。略してプリクラとも呼ばれたんだよ。みんなは知ってた？生まれてないとかねえよな。これ全部そうなの？アトラス35周年の記念イラストを使用したスペシャルグッズの数々です。まずご紹介するのはピンズになります。そちらに書かれているのが35周年記念イラストになりまして、愛くるしいこちらのモルガナと、あとジャックフロストがどんな場所につけても、存在感を放ってくれるアイテムになっています。かわいい。同じく記念イラストを使用したマグカップになっています。じゃあ裏面を見ていただけますか？こちらにもアトラスのロゴが書いております。こちらも35周年記念イラストを使っておりますので、この機会を逃すと二度と手に入らないかもしれません。おい新人、煽ってくるね。嫌いじゃないな。でこれが35周年のステッカー？旧アトラスロゴのほかジャックフロストだったりとか35周年記念イラストを盛り込んだ英語サイズのステッカーになります。防水加工をしておりますので、どんな場所に貼ってもお楽しみいただけます。この T シャツ、もしかしてこれもグッズなの？実はこれもグッズなんです。皆様これを着ればアトラスの社員になったかのような気分を味わえます。そんな気分を味わいたいやついるのかよ。こちらのキーホルダーはクリア素材となっておりまして、アトラスのロゴの青と赤が美しく映えるデザインになっています。セガフェス2019でも販売されたアイテムだったんですが、大変好評だったためリニューアルされて販売されることになりました。前回とはですね、金具の位置が少し変わったことによって、カバンに吊り下げる時にバランスよく下げられるようになったんです。これはノートかな？アトラスのロゴが入った英語サイズの合皮ノートになってます。おいおい、ただのノートかよ。いえいえ、ただのノートではありません。違うの？はい、実はそのロゴの部分少し触ってもらえますか？白押し。こちら銀の箔押しとなっておりまして、大変高級感のある仕上がりになっています。ゴムバンドだったり、あとブックマークもついておりまして、機能性も十分に備えた一品になってます。これ缶バッジ？パッケージ型の缶バッジになっています。うわー、めっちゃいい。アトラスの歴史を繰り返る名作タイトルの数々から、10作品を厳選して缶バッジにいたしました。袋から出されてないのがあるけど、1作品だけ、シークレットになってまして。これはシークレット？そうなんです。開けてからのお楽しみとなっておりますので、はい、皆さんぜひこちらをコレクションしていただいて、みんな楽しみにね。ひーほーくん。なーにお姉さん。実はもう一人アトラスっ子が来てるんだよ。もう一人？うん。おーい、出ておいではーい。お、いい T シャツ着てるじゃねえか。お前誰だ？アトラス海外事業推進チームの渡辺達也です。よろしくお願いします。ちなみにおすすめしたいグッズがあるから来てくれたの？はい、とっておきのグッズを紹介しに参りました。おお、じゃあクイズの時間だな。お姉さん、はーい。ここで問題です。ジャックフロストの間違い探し。5つある間違いを探してください。番組を見ているみんなも挑戦してね。それではスター黄色のト。ソールがうん違いますね。あとうん穴、ジャックロストの耳の穴、耳帽子の穴が白いのと、タイあムーそんな。正解はここあ、だ。残念だったな。でもお前は見どころありそうだから、今回は特別にグッズの紹介をよろしてやるよ。ありがとうございます。うわー、かわいいグッズがたくさんだね。あ、達也くんが着ているその T シャツ、そして私も気がついたら着てるこの T シャツもグッズなの？はい、正面にジャックフロストのイラストをあしらった T シャツです。かわいい。アミッケお姉さんが着てる T シャツは、アトラス D ショップ限定の白の T シャツで、でこっちが、35周年限定の新色ライトブルーの T シャツになっています。なるほど。うわー、これアクリルスタンド
2種類。アクリルスタンドがですね、ジャック・フロストの可愛さをさらに堪能できる、ジャック・フロストのアクリルスタンドとジャックの憧れの存在ジャーク・フロストのアクリルスタンドがあります。マスクケースだ。そうなんです。コロナ対策グッズとしてお勧めしているのがこちらのマスクと、マスクケースです。なるほど。ケースがあると綺麗にしまっておけるもんね。そうなんですよね。マスクケースが抗菌になっているので、市販のマスクももちろんなんですけど、今僕のつけてるこのジャック・フロストのマスクですね、ここにワンポイントで入ってるんですけど、これと合わせて使っていただくのもおしゃれです。ひほくん、そのマスクどう？おう、いい感じに小顔効果があるぜ。これは何？ちょっと広げてみてもらってもいいですか？はい。関西出身なの？急に関西弁出たね。すみません、出ました今。すごーい。こんなにビッグサイズに。そちらがですね、ジャック・フロストをモチーフにしたエコバッグです。うわー、これはいいや。肩にかけてみてもらってもいいですか？重たい2リットルのペットボトルとか、入れていただけますので、全然いけます。これは生地しっかりしてるから、はい。すっごい欲しい。これはセカンドバッグかな？PC ケースになっております。で、こちらがですね、防水性を高めるために、ウェットスーツの素材を使っていまして、その中にはですね、小物とかケーブルを入れられるような、ポーチもついています。入ってる、ここに袋。あとね、個人的にはここ見てほしい。この可愛さ。どれもいいグッズだな。気に入ったぜ。ヒーハなんか紹介したいっていう人が来てるらしいんやけど。私だよ。うわ、もしかしてアミ系お姉さん。バカどもが。違うよ。ピアレー社長である。は悪魔だよ。ちなみに設定を話すと、声優の小清水亜美さんを食べたピアレイなんだけどね。メガテンのグッズが出るんですよね。はい。ね、はい、そうです。出ます。まずはキーホルダー。2019年のセガフェスで実施された大アトラス展で特別販売されたエマをミニサイズのキーホルダーとして再現。こちらの元になっているエマはもう再販の予定がないそうなので、この機会にぜひお買い求めください。あ、柄はい。柄これなぜピアレイの柄がない？次、新女神転生フルグラフィック T シャツ。こちらもイベントのエマのイラストを T シャツにしました。新女神転生シリーズの中でも人気の高い悪魔を人気の高い悪魔を集めてデザインされています。じゃあ最後のグッズを紹介するよ。最後はこちら、新女神転生マスク。新女神転生シリーズの鬼マークをあしらった布製マスク、好評につき数量限定で再生産されましたよ。クラチに白抜きの鬼マークをあしらったモノクロなデザインは小顔効果も抜群ですわ。小顔効果そうです。試して。どうよ、小顔効果いけてる？バッチリです。バッチリです。もう調教済みだな。疲れてきたな。だれ。おっと、うっかり。今回もたくさんのアトラス情報を紹介できたね。グッズが気になる方は特設サイトを覗いてみてね。ゆうくん、たつくん、今日はありがとね。ありがとうございました。この後はメガテン特番が始まるよ。新しい情報は出るのかな。どんな特番になるか、あみきお姉さんも楽しみ。みんなも楽しみに待っててね。はい、この番組はここまでです。それじゃあね、テレビの向こう側の人にね、最後挨拶だからね、元気にね。はいはい。元気に、はいよしこの大変だな。それじゃあまた会おうね。バイバイ。バイバイ。ちっちゃいよ。
バイバイ。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 発売日決定、新女神転生5生特番禁断のナホビのスペシャル始まりました。兄貴始まりました。兄貴、はい、さあ本日ね発売日発表されましたこちらの番組は2021年11月11日発売、任天堂スイッチ用 RPG 新女神転生5の情報番組です。本日ゲームプレイもございますので最後までお楽しみに。そして禁断のナホビノって一体何なんでしょうね。それもねこの番組を見ればきっとお分かりいただけるかなとは思いますが、改めまして番組 MC 担当いたします松澤千明です。よろしくお願いいたします。では早速ですが本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは渡辺浩二さん、よろしくお願いいたします。お願いします。どうも。よろしくお願いします。最高。はい。最後だけでも通でしたけどね。よろしくお願いいたします。そしておなじみペンギンズのぼうさん。どうもペンギンズののぼです。よろしく。よろしく。すみません初対面なんで。毎回謝らなくていいんですよ。こんな大事な日に申し訳ないです。もうキャラクターはここまでにいたしました。やっぱこんな大事な日にねキャラクター引っ張ってる場合じゃないんですよ。はい。ゲームを紹介するときはキャラクターを捨てるんですか。あんまりそんな解説しないでもらっていいですか。紐解かなくていいですよ。芸人としてのコンセプチュアルな。からくりみたいなのは淡々と言われると困ってしまいますので。そうか、ここは初めましてになるんでしょうか。そうなんです。本当申し訳ないです。そう。ね。いやでも。いよいよ発売日決定しまして、本当にねびっくりしましたね。嬉しくて2021の11月11日で1が5つ並ぶんですね。嬉しいですね。嬉しくて私もちょっと今日肩膨らんじゃったんですよ。肩膨らんじゃう。そういう体質なんですか。嬉しいと肩膨らむ。ちょっとね。もう悪魔ですね。そうなんですよ。素敵な衣装でね。ありがとうございます。肩も気になりますけど。いやすみません。でそんなね発売日決定いたしました。新女神転生5ですが、お二人浩二さんとのぼうさんメガテン歴というかメガテンとの関わりみたいなものをお伺いしてもいいですか。僕は多分一番古いというか、皆さんが生まれたぐらいの頃からメガテンやってますけど、やっぱ最初のインパクトね、なんとやっぱ90年代の頭ぐらいまで新メガテンが出てくるぐらいまでね、やっぱりゲームって当時まだ子供のものだったんですよ。で RPG はやっぱりファンタジーもの剣と魔法の世界ばっかりだったところにやっぱメガテンが出てきてね、こんな世界観ってありみたいなね、こんなダークでヘビーなハードな世界をゲームでやっちゃっていいんだっていうインパクトがやっぱりずっと続いてますね。ちょっとかっこいいっていうか、これをやってる俺ってかっこいいんだっていうか、単なる完全懲悪でもないですよね。そうですね。僕も新1から4ファイナルとか、あと IF とか、まあもちろん最近出た3の HD もねやらせていただいたんですけど、まあパトった。一回やってるはずなのにね、やっぱヒリヒリ感というか、難易度の RPG っていうのがなかなかね、達成感っていうのはやっぱここでしか味わえなかったりとか、世界観の中での難易度だからこそなんか心が湧き立つような、そんなゲームでねちょっと愛させていただいてますけども。そうですね。なんか死によって命を感じますよね。そうですね。本当にドキドキしながらやっぱプレイしますもん。ひねりするっていうのはすごく言えてますね。なんか殺伐とした世界をね、こう進んでいく。今回の新作もね期待してね楽しみです。本当にメガテンを通る前と通った後ってなんか全然こう感覚違いますからね。そう私も新3で初めてちゃんとクリアして、ちょっと今日はね悪魔の気持ちですごくウキウキしていますが、まだまだね謎多きそんな新女神転生5ですが、本日は少しずつ紐解いてまいります。まずは番組で行われておりますキャンペーンご紹介いたします。こちら。ハッシュタグ新女神転生5特番をつけて番組の感想をツイートしてくださった方の中から抽選で新女神転生5出演者、こちら新女神転生5出演者のサイン入りポスターをプレゼントさせていただきます。でこの出演者というのが番組出演者で我々いや
ね僕らでいいのかなっていいう。るかなっていう毎回言うんですけど、そのポスターにねなんか毎回入れさせていただいてるんですけど、いるかなっていう。端っこの方に申し訳なさそうに3人でサインを書いたので気にしてこんなすごいね綺麗なビジュアルねこんなところにね探しましたよね場所ね。ちゃんとねすごいの迷っちゃった邪魔にならないように書こうと思ったけど、僕そのタイトルの前に書いちゃってね、なんかコラボみたいになって、あ申し訳ないと思って、ここじゃなかったわと思いながら。私ちょっとこう手の端の方に持ってってもらいましたなるほどね。はい。あとはできるだけ筆圧は薄く書いたんで、はい。消せます消せだったと思いますけど、ね、まあ消し方はしんながら消していただいて、はい、申し訳ございません。キービジュアルと言いますか、これ本当にかっこいいですよね。いやかっこいい。ね。ぜひこちらですね、はい、サインリポスタープレゼントのキャンペーンもございますので、そして皆さんのツイート番組内でねご紹介されますので、ぜひ参加のほどよろしくお願いいたします。そして本日取り扱っていく映像や情報についてもね、ぜひぜひどんどん思いついたことつぶやいてください。でこのキャンペーンのプレゼントですが、番組内でのぶおさんにとあるチャレンジをしていただいて、その成功した数に応じてサイン入りポスターが増えていくということで、ここはプレゼントの数が増えるんですね。はいのぼうさんの力で。そうなんです。のぶおさんの力ではい何回全5なので5回ございまして、これで僕が全部失敗したら、そしたらゼロゼロ。ゼロそしたら僕らがもらえるっていう感じかもしれない。そうですね。そんなわけねえだろじゃあこちらでね。言ってんだよ。いやでもこれ欲しいからって。これ絶対欲しいっす。欲しいですよ。欲しいですね非売品らしいですよね。そうなんです。絶対こもこ以外でね本日のなかなか手に入らない。じゃそれあんまりハードル上げないのものすごいそれ言われるとだから責任重大ですよいや本当ですよ。ちょっと身内ネタで申し訳ない。おさむらちゃん呼んでもらっていいですか。ちょっと責任転嫁しないと。ちょっと身内ネタで申し訳ないですけども。大丈夫です。ちょっと怖いですけどねみんなで力を合わせてと言いますか、応援しておりますので、そうですみんなでもぎ取りましょう。ぜひよろしくお願いいたします。はいさあでは早速ですが、まず本作製品概要からご紹介してまいりましょう。こちらです。新女神転生5 2021年11月11日発売、ハードは任天堂スイッチですと。いやーもう嬉しいですね。いやもう発売日改めてこれはもう何度おめでとうございますもですよ。嬉しい。はい。そしてこちら初回限定版ご紹介させてください。なお完売しているところもあるようなのでね、ご予約の方はお急ぎください。まず初回限定版禁断のナホビのボックス、新5を彩る悪魔や音楽をふんだんに詰め込み、さらに作品内で禁断の存在とされる主人公ナホビノの姿を模したアイテムが付属された本作の魅力を凝縮した初回限定版となっております。まずね、肝心の新女神転生5のゲームソフトに加えて、シリーズ名曲メドレー弦楽四重奏アレンジプラス新5の先行ミニサントラ CD2 枚組全35曲、そして新1から新4ファイナルまでのシリーズ人気曲を厳選して格式高く宗教的な雰囲気を持つ弦楽四重奏にアレンジ、さらに新5の先行ミニサントラがセットとなったシリーズすべての英知を詰め込んだ音楽新刊、そして悪魔新刊、こちらですね。3つ目、英語変形 DVD トールケースサイズの116ページとなっておりまして、新規悪魔を含めた新5に登場する200体以上の悪魔のリタッチ画像に加えて悪魔の解説を載せた豪華ハードカバー想定の書となっております。さらに4つ目、ナホビの T シャツ、主人公の白青髪の青の2色ラインが混じり合う主人公のナホビの形態をイメージしたデザイン T シャツ、そして5つ目、特製ケース、作中に登場する知恵の木をベースに登場キャラクターの瞳をあしらった特製ケースとなっております。豪華ですね。はいね、こちらもね予約してくださった方ありがとうございます。ちょっと店舗によってはねもう売り切れてしまったりもしているようなので、今日から始まって今日すごい勢いで争奪戦ですね。あら皆さん急いでくださいね。ねでこちら禁断のナホビノとはね初回限定版のことだったということですが、どうでしょうお二人はこれ気になるなってございますか？これ超貴重でね、なんとか僕も手に入れたいなと。特に悪魔新刊ってね左側に読むある超豪華な本がね、これ絶対手に入れたいので、はい。ハードカバーでね。いいですね、悪魔乗ってるんですよね。僕はでも T シャツいいな。T シャツ3の時もね、ひとしら T シャツあってかっこいいなと思ってて。でもチって言ってませんでした。アロハじゃねえのかって。言ってねえよ。言ってねえよ。言ってねえよ。そんな頭おかしいだろ。ナホビのボックス見て、あんたアロハじゃねえのかよ。言わねえよ。言わないですよそんなの。まあそういうふうに言ってたらそのうちアロハも作ってくれるかもしれないです。ちょっとぶっこんでくるなこの人。どうですか？
楽しいですよね。楽しいです楽しいですけどもね。T シャツは T シャツでいきましょう。 T シャツは T シャツ、いや行きますよそりゃ。はい、いや嬉しいですよ T シャツもあ嬉しいったらね。ですね。あとサウンドトラックもねございますしね。ぜひこちらの本作の魅力が凝縮された初回限定版禁断のナホビのボックス、各店舗お問い合わせの上ご予約お願いいたします。はい。ということで、改めてにはなりますが、まずは本作の最新 PV をご覧いただきましょう。どうぞ。太古より法の神とそれ以外の神々は争い合っておった。私たちが暮らしてきた東京が実は嘘だって言ったら信じる？少年、死にたくなければ手を取れ。人よ、神となれ。世界の裏側では秩序と混沌が対立している。法の神と混沌の悪魔が戦いを続けているのだ。悪魔どもの勢いはいつになく強い。それが本当なら僕らがいた世界はもう神が定められた禁を破ったというのか。全ての貶められた存在の代わりに邪魔する者には死よ。我が複数の牙を受けてみよ。新女神転生5。初回限定版禁断のナホビのボックス。数量限定のため早めの予約を推奨。その目で確かめるといい。神と悪魔が人に、東京に何をもたらすのかを。わーい、いいですね。かっこいい。荒廃してましたね。ねえ、気になることだらけで、マッカビームみたいなあれは違うのかな。違うとか、あと性別超越してたりしますね。なんか中性的なねですよね。なってましたね。主人公がね、男の子なのか女の子か分かんないけどかっこいいですよね。どっちと見てもかっこいいですよね。あと知らない技がたくさん出てきた気がしますけど、悪魔の技出す時のボイス良かったですね。あれであんな感じで出してくれるんだったらね、もう技どんどん使いたくなる感じが。いいな。いやもう荒廃すればするだけやっぱそのバトルの緊張感がね増えるんですよ。だから今見てって言われると、いやこの荒廃感はいいなと、楽しめそうだなと思いながら見てました。いやもう何がどうなってあなたのかがすごく気になる。ご覧の皆さんは反応見たいんだけどね、あまりにも書き込みが多くて早いんですよね。スピードがもう。
すごいね、ツイッターの方もね、トレンドが4位。4位。ね、盛り上がっていただいて嬉しい。よろしくお願いします。ね、はい。なんかアギバリオンって何、なんかね、そうとか、そう気になりますよね、やっぱりね。なんとなくね、いろいろこう推測できるところがね、過去のシリーズの名前の一部とかと。こうなんかこれからやっぱり発売まで間がありますけど、そうですね、いろいろ考えてワクワクするっていう時間が楽しいですね。ね、こういう映像とか名前で、ぜひ発売までもね、何度で世も楽しんでいただいて。界中からアクセスするんですね。いろんな言葉で書き込んでいただいて。そう、あとね、そう声がね、はやみちゃんの声聞こえたなとか、いろんなきっとね、お好きな方の声がしたんじゃないかなと思いますが、はい、こちら改めて PV ご覧いただきまして、では本作のストーリーちょっとね、簡単にご紹介してまいりましょう。このようになっております。はい、ある日の下校路でトンネル崩落事故に巻き込まれる主人公。目を覚ますとそこは砂漠と化した東京だった。異形の存在悪魔に襲われ、逃げ惑う彼の前に謎の男が現れる。少年、死にたくなければ手を取れということで、非常に気になる展開ですが、続いてその本作の主人公をここでご紹介しましょう。はい、こちら。都内に住む高校3年生の少年です。下校中にトンネルの崩落事故に遭い、砂漠化した世界ダートに迷い込んでしまいます。美少年ですね。そして続いて謎の男、青髪です。CV はこちら、森川俊之さん。ダートにて悪魔に襲われる主人公の前に突如として現れた謎の男。主人公と手を取ることで禁忌の存在ナホビノへと変貌します。そしてそんなナホビノの紹介がこちら。主人公と青髪が融合することで生まれる禁忌の存在。悪魔に対抗しうる超常の力を使うことができ、意思決定は主人公にあり、青髪は声のみで主人公を導きます。それではですね、ここで PV にも少しだけございました青髪との出会いから融合のシーン、番組をご覧の皆様にこちら、ね、そして私たちも共にフルで見てまいりたいと思います。どうぞ。目標確認。少年、死にたくなければ手を取れ。いろいろ考えちゃいますね。いや謎感すごかったな、青髪の。なんだろう、なんか未来っぽさもあれば、ね、なんかまああんな悪魔もまあいるっちゃいるかもしれないしみたいな、なんかいろいろ想像が膨らむ PV でしたね。でも手を取るかうなずくかもう拒否権がないっていう。あれイエスしかないです。あれうなずいたらなんか別の方法であれなもんかもしれない。どうなんでしょうね。ちょっと両方やってみたいなっていうのが常にあるんですけど、はい、まあそれ何度もやっちゃうんですよね。はい。スタイリッシュですよね。なんかおどろどしいんだけどかっこいい、スタイリッシュで、なんか僕すごいね今のシーンなんかすごいセクシーだなと思うんだけど、やらしくないんですよね。
これでもなんか、そう 3D の CG3D がね今回キャラクターにしても、敵キャラクターにしても 3D ならではの表現すごいこだわってらっしゃるような気がしますね。スピード感が出てる。そうですね、確かに色気がねありましたね。ありましたね。シーンに、ね、さあ東京にそして主人公に何が起こったのでしょうか。今現在お話しできることはここまでとなります。皆様ぜひ今後の情報そして発売を楽しみにお待ちください。そしてちなみにねストーリーは禁忌の存在ナホビノとなった主人公は悪魔が跋扈するダートを駆け抜け世界の未来をかけた神と悪魔たちの戦いに身を投じていくという流れになっていきます。さあストーリーとね登場人物をちょっと簡単にご紹介してまいりましたが、いかがでしたお二人は。なんか最初高校生の男の子かっこいいし可愛いじゃないですか。で制服がまたいいよね。なんかあれ流行りそうですね。あれ作り売ってたら来たい。なんか作ってくださいよぜひ。ね、でもなんかそういうなんか自分のアイルっぽい感じ青春ものっぽい感じから、いきなりドーンと深い世界に入っていくっていうのはやっぱり新女神転生かなっていう、来たなって感じがしますね。まさかなんかあんなにこう、美少女戦士みたいにではないですけれども、こんな形でこう変身するような流れになると思わなくてね。そう制服といいこのスーツっていうんでしょうかちょっとまだ分かりませんけれども、変身というか融合なのかな。融合ですね。後の動く姿すごいかっこいいんですよね。髪こんな長くてね。そうなびかせていってね。はい。で皆さんもねそう高速違反コスプレかっこよさそうだ。そうだね。そうですね。コスプレ流行りそう。髪型とかもね。いやでも続報を待ちたいなというか、もうとりあえず登場人物これぐらいで僕は今のところ満足というか、これあんまりねこう登場人物パッて言われて、この肩入れすると序盤で肩入れしすぎたキャラクターが後半とんでもないっていうのがちょっとやっぱ僕の中であるんですよね。結構ね。そうだメガテンあるあるありますね。なんで今日ここで今お腹いっぱいですね。はい、いろいろ想像したいと思います。はいね。でも今ちょっとコメントにもありましたけれど、そう天使と悪魔じゃなくて神と悪魔なんだっていう。神ですって。ね。神を信じていいのかどうかね。それは本当今後ご続行をお待ちください。さあそしてメガテンといえば、忘れてはならないのが悪魔の存在。今回はなんとですねフィールド上に悪魔が存在するんです。こちらです。こちらですね荒廃した東京ダートにはさまざまな悪魔が跋扈し時に主人公に牙を向きます。臨場感たっぷりのダート探索をお楽しみいただけます。そして今回はそんな悪魔たちに切りかかって戦闘が開始となるシンボルエンカウントとなっております。なのでもうそのあたりを悪魔たちがうようよと言いますか、初めてというかね今までシンボルじゃないんですもんね。すごいメガテンのそうですね。ちょっとだから新しいアクション的な要素というかね、としては違う感覚でフィールド歩けるっていうかね。楽しみです。大きいですねやっぱりね。でもね実際ねああやって対面すると空間の広がりなんかもね今まで以上にすごく広がって見えるし、キャラクター一体一体のリアリティもすごいですね。ね。なのでシンボルなのでそうですねちょっと今スクリーンショットというかもしかして一緒にお写真撮れたりするんでしょうか。したいしたい。ねそのあたりはねゆくゆくお楽しみいただけたらと思います。そしてそんな悪魔たちですが、本作でもおなじみの悪魔や新規の悪魔が総勢200体以上登場いたします。その中から本日は初公開の悪魔新規デザインの悪魔を一部ご紹介いたします。どうぞ。はい、まずゲンマのねこちらはフィンマークール、そして同じくゲンマ天の雑魚、そしておなじみジャック・フロスト、そして容器の大門、そしてエンジェルとなっておりまして、エンジェルとねジャック・フロストはこれまでのシリーズにも登場しておりますが、新たなデザインとなりました。で新規の悪魔でして結構これ見たことないなとか、これ気になるなっていうのがね発表された時にもとても話題になっていましたが。よくネタ尽きないですよね。だいぶエンジェルが変わりましたね。僕だからそのシーン3のイメージってやっぱ目隠し
したエンジェルだったじゃないですか。そうですね。天使に目隠ししちゃうのかよっていう背徳感もなんか良かったんですけど、まあこれはこれでいいですね。そうですね。なんかね、はい、エンジェルっぽさ増して。はい、新生エンジェルと言いますか。あとヒーホー君がジャック・ロストのお召し物がね、ちょっと襟の部分とか可愛くなってらしてね。デザイナーの土井正幸さんがね、服飾系のデザインね学ばれてたから、ちょっとやっぱお洋服とかね、すごくこう、可愛くなってるなって。はい。そう、天の坂ね、可愛いですよね、気になります。大門さんもそうですね。なかなか。本当ね、正統派のね、悪魔って感じの、悪鬼って感じの。ザ・悪魔な感じでね。はい、でぜひねこちらの悪魔皆さんねちょっとお楽しみにねいただければと思いますが、さあ悪魔の紹介も終わったところで突然ですがここで信夫さんチャレンジ悪魔シルエットクイズ。シルエット。はい。さあやってまいりました。番組冒頭でもお話しいたしましたポスタープレゼントをかけたキャンペーンのチャレンジ、ここで早速第1弾です。チャレンジの内容ですが非常にシンプルです。悪魔シルエットクイズということで、シルエット化された悪魔の 3D モデルを見て名前を当てていただくとのね、もうシンプルなチャレンジとなっておりまして、難しいですよね。でもシルエットだけで結構むずいじゃないですか。しかも何百といるね悪魔の中からね。スライムとブラックウーツとかって分かんないです。確かにどうしたらいいのか、そんな意地悪しないですよまさか。はい、やめてください。大丈夫だと思いたいんですけれども。本当これガチでいきましょう。これはもう5枚全部あげなくてもいいですから。はい。あげないダメじゃダメだよ。例えば2枚余らせたらこことそこに行くだけでも。いや行かないですよ。なんでもらえると思ってちょっとやってるんですよずっと。もらえないですから。まあでもここはね本当にもう正解ご存じないというか私の手元にしかございませんので、もうガチンコ勝負でお願いしたいと思います。そして皆様からのコメント見えないようにちょっとね隠しますので。そうかみんな教えて。ああなるほど。見れないんですか。コメントシャットダウンされまして、はい。頼もしい方々がいらっしゃったので。真っ暗ですね。マジかよ。私の手元では見えておりますが、でも大丈夫、信夫さんなら。では早速いってみましょう。悪魔シルエットクイズ。信夫さん、この悪魔の名前をお答えください。どうぞ。モスマン。モスマン。モスマンでしょ。本当にいいんですか、それで。似てるのいないよ。大丈夫です。いいんですか。はい、これでも絶対。引っ掛けあるかな。いや、モスマンです。わかりました。これ絶対分かってて、ボケたりとかもできるのに、そのポスターを撮るっていう。はい、モスマンです。いいんですか。はい。怖っ。本当にいいんですか。色違いとかいなかったですよ。そう言われると気になるんで。はい。似てるのいるからな。そのギリメカラとガネーシャみたいな似てるのいるんだよ。これ似てんなみたいな。後半怖いな。はい、ではとりあえず1問目としては、はい、お答えは。モスマン。はい。ではさあいかがでしょうか。正解はこちらです。はい、危ない。モスマンでした。いや、モスマンはもう人気キャラ。はい、まずね、こちらもうアイドルですからね。はい。すごいコメント表示された途端のもうね滝のような流れ方ね。皆さんもやっぱすぐ分かったでしょうね。すごい。やっぱいい見ながらやりたいなコメント。でもねもうほとんど皆さんねはいもう大正解でございまして、ではねキャンペーンポスターまず1枚獲得となりました。まだまだチャンスございますのでね続いてどんどんよろしくお願いいたします。はい。それではねそんなクイズもちょっと行ったところで続きましてはバトルについてご紹介してまいります。さあ本作でもおなじみのコマンド製のプレスターンバトルが、ね、採用されておりまして直近の新 3HD プレイした方は十分にご存知かと思いますが改めてご紹介してまいりましょう。こちらです。まずプレスターンバトルとは相手の弱点をついたりまたはクリティカル攻撃をすることで味方の攻撃回数行動回数が増えて有利に戦えるシステムです。このように、はい、攻撃ができますがしかしながらですねこれは敵も同じ条件なので一気に戦局が不利になることもございます。個人的にねガン
反抗とかなんかバイオレンス系の使ってくる辛いですよね。本当に一瞬で戦況変わりますもんね、プレスターバトルって。そのシステムがあったから元劇場って言葉が生まれたぐらいですもんね。だからやっぱりこのなんかねドラマチックな展開が生まれやすいなんかね秀逸なバトルシステムだなと思って。どのバトルもね新女神転生のバトルって作業にならないですよね。このならないですね。はい。すごい上級者がやってもずっとスリルを感じてられるっていうか、あるいは逆にね初心者がやっても結構チャンスがあったりとかね、勝てちゃったみたいなのもあるんですよね。はい。そうなんです。本当にドラマが生まれますよね。このプレスターンは特に。はい。といったこのバトルでしてね、グラフィックやねモーションも進化してかっこよくなっておりますね。はい。個人的にねこう回して失敗しちゃったりもするのでね、なんかそのあたりも。そう次の人次の人って。そうなんですね。ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。で、今までのプレスターンバトルとは一味違う体験ができる新要素もあるということなので、こちらも続報をお待ちください。この番組毎週やりましょうよ。ね。ちょっとずつそうちょっとねちょっとずつまだまだね。11月まで発売日決定番組なので。まだまだきっとね続報がこれからたくさんあるんじゃないかなと思いますが、さあではねバトルのご説明もしたところで2回目ののぶおさんチャレンジ悪魔シルエットクイズポンポンいきますね。1時間番組なのでね、はいやってまいりました。さあチャレンジの内容はシルエット化された悪魔の 3D モデルを見て名前を当てていただくということで、さあ全問正解目指して頑張ってまいりましょう。では早速参ります。悪魔シルエットクイズ。のぶおさん、この悪魔の名前をお答えください。はい。この子はお世話になりましたね。私も。はいはいはい。わかります。これは大丈夫です。大丈夫ですか？はい大丈夫です。はい。どうですか、芸人としてボケなくてもいいんですか？いいです。それに関して本当いいです。そのキャラは今日置いとくんです。もうキャラとかもういいです。皆さんにポスターをあげたいです僕は。そうですね。正しくないんです。正しくないんです。いやだってボケで言ったらそれブーってなってあれですよね。1枚減っちゃうんでしょ。どうなんでしょうね。視聴者すごい怒りますよ。お前のボケなんかいいんだよ。メガテンファンを敵に回すっていう。俺前のボケなんかいいんだよ、僕が一番思ってますから、僕のボケなんかいいんだよって思ってるから大丈夫です。ただなんかアトラスさんの思う正解って何なんだろうっていうのもありますもんね。僕にやらせた理由というか、一体ねこの場の正解とはみたいな。そうか難しいですよね。いやちょっと芸人としての正解なのか、新メガテンファンの味方としての正解なのか。だって女神転生って正解のない作品じゃないですか。そう敵が味方が敵になりますからね。そういろんな流れとね道筋があって、もうちょっとちゃんと打ち合わせしてもらっていいですか？正解を出していいのかとか。まだ2問目ですからね。そうですよ。でもちょうどこの辺りでねこうちゃんと正解という意味での正解をしとかないと追い込むなよ。間違いかもしれないけれどもね、間違いが正解かもしれない、正解が間違いかもしれないし、それは結構芸人人生にもかかってくる。どんどんと正解が出ておりますが、重たいよ。ではのぼうさん、どのね何の悪魔か。いや2枚はねだってそうですね。2枚はちょっとね浩二さんと私の分でね。なんでもらえると思ってる2人。サイドがおかしいんだよ。何言ってもらえないですから。では皆さんにですよ。はいお答えください。犬神。さあではいかがでしょう。正解はこちらです。はい見事大正解、こちら犬神でした。コメント欄でもねもうダーッとね流れがそう YouTube のコメント欄はねさすがにここまで見事皆さんねもうほとんど正解となっております。とりあえずボケろよみたいなコメントは来てないですけど大丈夫ですか？そっちが気になるな。ないですね。よかった。ここまでじゃあもう一緒にやる。私が確認したところないですね。歩んできてますね。はいでねポスター2枚プレゼントねここで決定してましたので引き続きね頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあではね続きましてねバトルの次はね仲間そして悪魔合体について紹介してまいりましょう。こちらもシリーズおなじみの要素ですよね。ね
会話とかでね。そう、うん、なんかねそこの会話でちょっと急に悪魔に愛着湧いたりもするじゃないですか。ランテキスト秀逸だなと思うんですよね。性格が出るんですよね。なんか人間味がある悪魔っていうかね。はい、そう。それいろんなパターンのね、あれも用意してくれてますしね。そう楽しいです会話。なんかこう悪魔交渉というか悪魔との会話の中で、なんかまだ気がつかなかった自分に出会うこともあったりして、はい。なんかすごくね、結構ついてくるね返しが来ますもんね。そうなんですよ。ね、これが本当に楽しくて、そこを経て本当仲間になれるんだなっていうのがね楽しくって、そんなねバトルだけではなく悪魔とのね会話や交渉も非常に楽しみな要素でして、今回ももちろんございます。こちら。可愛い。敵として現れる悪魔に話しかけて交渉がうまくいけば、味方の悪魔仲間にすることができます。また仲間はですね、邪教の世界で悪魔同士を合体させることで新たな悪魔を生み出すことも可能です。これは今ジャック・フロストができたんですね。よかった、ね、なんかちょっと育てた悪魔をなんか材料に使うとき、そう愛着のねある悪魔を結構ジャック・ロスト後半まで持ってました。出さないけど、もうそう置いとくみたいな。そうなんですよ。パーティーに入れるかどうか別として、ちょっとねいつもこうお家にいてほしいみたいなね。でもね。そういや交渉もね、マッカー上げて魔石上げてマッカー上げて魔石上げて欲しいって言うから上げて上げて上げて、じゃあなみたいな、じゃあなあんなにカツアゲたのにじゃあなみたいな時ありますもんね。私ジャック・フロストにもう帰る時間だ方とか言われましたもん。帰る時間とかあるのって思ってもらうだけもらって。そう。あとなんか自分が私が開けた魔石、おそらくこうなんかその悪魔界っていうかそこでなんか回ってるのか、多分それ私があげた魔石だよねっていうのがなんか魔石そう魔石あげるよとか言われて、多分それ私がいつかなんか他の子にあげたやつじゃないかなみたいなのがそう回ってて、そんな楽しさもありますね。そんなね本当にコミュニケーションが楽しいんですよね。はい。そしてね、邪教のね主ですね。はい。本作まず邪教の世界の主ソピアという方でして、ちょっと本日そのソピアと初めて出会った際の動画も用意されているとのことで、こちらご覧いただきたいと思います。よく来てくれた。我は長きにわたり再び我を認知できるものを待ち続けていた。我はソピア。異なる次元から世界とナホビノを導く一人。汝に眠る力の片鱗、我が目覚めさせてやろう。おじさん、ミドさんが皆さんおじさんもう定年退職したって。さすがに年も年だったっていう。違うと思う。まあ世代交代というか、ちょっとね結構愛着持ってましたからね。いやそうですよね。でもねやっぱりあんな綺麗な人来るんだったらまあいいかっていう。いやまあオッケー。ソピアさんっていうんですね。はい、ソピアさんね、なかなかまたね、なんというかセクシーなと言いますか、どこかこう物憂げな感じもあってね。ちょっと悪魔合体のやり方というか、あれも変わってくるんですかね、やっぱり主が。なんか今あれですね、そなたにその能力を授けようみたいなことを言ってました。ああ、なるほど。私がやってあげますっていう感じじゃなくて、ほうほうほう、合体の能力を上げる。これはちょっと気になりますね。興味ありますね。ちょっとね、そのあたりも一味違ったね要素があるのが楽しみですね。はい。で、なんと邪教の世界での悪魔合体もこの後の実機プレイで体験できると
見れるんですね。はい、わ楽しみですね。ね。ここまでねこうざっとではございますが、仲間悪魔合体についてご紹介してまいりましたがいかがでしたか？まだまだちょっとね気になることがね、そうですね、新しい要素が多いですね。含みがたくさんあって、いや本当にでも悪魔合体って面白いですからね。無性に面白いですからね。そうなんですよ。ドハマりするでしょうね、間違いなく。そう、なんで事故って起きるんでしょうね。ね。そうそうそう。そう。いやこれはまた作りまくっちゃいますね。キャラクターは魅力的ですからね。ね。そうですね。そっか、だから前回そのおじさんのモノマネをね、お侍ちゃんっていう僕の先輩のお侍ちゃんの出る幕がだからせっかく完成させたモノマネをそうなんですよ。もうだから今日いないのかもしれないですね。やることなくなっちゃったっていう。もしかしたらでもどこかにね、なんかこう名残というか概念みたいにね。もしかしたらだってソフィアさんがちょっとなんかご親戚だったりとかね。なるほどなるほど。なんか関係性があったりするのもちょっと考えるの楽しいですね。師匠なのか。そうそうそう。それともソフィアが師匠なのかみたいな。そうですよね。可能性もありますもんね。ね、ぜひそのあたりもねちょっと楽しんでいただければと思いますが、さあでは。仲間悪魔合体の紹介も終わったところで、ここでのぼうさんチャレンジ悪魔シルエットクイズ。全部で5つございますからね。プレッシャーがいろいろ3つ目ございまして、で改めてチャレンジの内容としてはシルエット化された悪魔の 3D モデルを見てどの悪魔か何の悪魔かを当てていただくクイズです。では早速いってみましょう。悪魔シルエットクイズ。のぼうさん、この悪魔のお名前お答えください。どうぞ。おお、もうこれね、この前のめりはもう、この子はね、このポーズでもうちょっと印象的じゃないですか。でも多分一番ボケやすいですよ。だからそれも気になってるんですけど、もう最後だからちょっとね見ますもん、チラチラ僕アトラスさん方面を見て、あれこれどっちこのボケロの目なのかとかをちょっとチラチラ見ながらやってはいますが、いやでもポスターねボケるですか？ボケるですか？いや全責任あなたにあります。なんでやめてくださいよ。あなたが追い込んだんでしょ。3回目くらいまではなんとかね。これはでもガチンコ勝負で。ガチンコでいいんですか？これはね。コメントはどうですか？コメントの方はねもう皆さんで。はい。ボケるなですか？ボケろですか？いやなんかこの後の合体事項を希望しているコメントが多くて。気になってないですか？僕の答えなど。ちょっと興味持ってくださいよ。じゃあでもこれも皆さんね、お詳しいと言いますか、やはり正解の方がね多いようです。それではじゃあのぼうさんにどの悪魔かお答えいただきたいと思います。お願いします。じゃあ正解はラクシュミ。さあいかがでしょうか？こちらの悪魔、正解はこちらでした。ラクシュミです。まだ拍手が来るということは大丈夫です。はい、おめでとうございます。見事ポスター3枚目ゲットとなります。あと残り2問、全問正解目指して頑張ってください。5枚欲しいですよね。ねえ、でもちょっとそうね、サラスバディはね楽器持ってるとか、そうちょっとね一瞬ね、そうイナバウアー的なね。今逆イナバウアーっていうコメントはありましたけども、僕そうやってボケようと思ってました。ボケるんだったらかぶってました。危なかった。言わなくてよかった。コメントの方でもね、コメントとかぶっちゃったらね、申し訳ないですから。危ない。でもね見事3問正解ということで引き続きよろしくお願いします。さあでは早速ゲームの基本的な部分もねちょっと分かったところで、いよいよもうお待ちかね、皆さん多分おそらくこれ一番見たいんじゃないかな。実際にゲーム遊んでいきましょう。ここはのぼうさんにチャレンジしてプレイしていただきます。いいんですか？いやちょっと緊張しましたよ。素晴らしいですね。皆さん世界が注目ですよ。初めてですよ。見る方多いでしょうから。番組でねこちら。いやちょっとこれはいいな。まず歩いて。いいですか？もう映ってる。いいですね。こちら。ではゲームの実況プレイです。いや綺麗ですね。髪がなびくのがいいですね。ちょっとじゃあ探しますか？そうですよね。シングルエンカウントなのでね。ここ浜松町なんですね。荒廃した浜松町なんだ。
だいぶ少し建物が残ってるんですね。モノレールとかですか。あ、そうかそうか、モノレールかね。うん。へえ、浜松町こんなになって。あ、はい。いいですよ。すごい噂。いや浜松町車がある。自動車教習所かな、浜松のありましたっけ右手の方に。浜松自動車教習所。こんな車あるかね。自動車教習所。あ、いましたね。あ、いました。はいで。あ、ケットシー、来た。あ、可愛い。すごい。すごい鬼ごっこみたい。めっちゃ可愛いじゃないですか。ちょっと迎えに行ってあげません？行ってあげます。あ、待ってる。あれ消えた。嘘。あれ消えちゃった。いた。なんでまた逃げるんですか？めっちゃ可愛いくないですか？可愛い。疲れちゃうとね、なんか諦めちゃう。諦めちゃう。次はじゃあちゃんと。すごい、ここケットシーがいっぱい。いっぱいいるんですね。あ、可愛い。全力で逃げますね。すごい、早い。いい。走り方がなんかキーンみたいな感じですね。そうですね。これまたより悪魔に愛着が。二人来てる2人。こんな風にいるんですね。と、よし。一撃する。いました。なるほど。行きましょう。あ、敵からだ。あ、そうか。こちらの児玉さんね。マガツヒを集めた。ピクシーちゃんとモラキちゃんと子供ちゃんがいるんですね。とりあえず美しいですね。怖いですね。さっきの今のマガツヒを集めたのワンワードめちゃくちゃ怖かったですけど。どうしよう。とりあえず6点出ますね。持ってないか。持ってないですね。耐性ついてますね。とりあえずアタック。はい。ピクシーちゃん。いやありますね。まだ大丈夫ですかね。まだ全然体力がありますね。ザンがいけますね。ザンが使える。これでなるほど。フォークも大体わかるんですね。弱点。はい、一旦増えましたからね。これはでかいですよ。持ってないか。持ってないですね。そしたらアタックか。ザン。これはどっちか。とりあえずこっちにして一旦増やして。よし。ちょっとアギとか使っちゃいましょう。だいぶ初めてなのに慣れてらっしゃいますね。そうですね。今のシリーズのね、バトルのいいところは全部残ってますよね。音楽いいですね。月齢もね、今回ね。これでいけそうです。よし。順調に。いややっぱもう緊張感そのままにというか、序盤でも気抜いたらつけられますからね。そうですよね。ウエスタンはね。あ、スライムさんいたんですね。本当だ。あ、レベルアップしました。ね、BGM いいですね。すいません、ついつい普通にね、ちょっと見入ってしまって。そうなの。ポイント割り振れますよ。そう、普通にお家みたいに見てしまって。力かな。皆さんこういうどういうふうにやってます？最初やっぱり力あるから。結構力ゴリゴリ。これ皆さん改めてですけど、どこに振るタイプですか？のぼさんはいつも僕力ゴリゴリ。コジさん。最初の方やっぱり力ですよね。力が欲しいんですね。だんだんあと魔法。これご覧の皆さんはこのステータス振りって結構人によって分かれません？だって説もあるそうですね。どこに？なるほど。速さの人もいますね。速さね、大事ですね。そう、速さ、力。運か。そこまでいってないかもしれないですね。運の派ですか？いやだって運ってどうやったって手に入らないじゃないですか。努力とかね、
こう物理的に手に入るものじゃないから。それがレベルアップで手に入るならっていう。そう、だいたい運いっちゃいますじゃん。もう、すごい分かれてますね。速さですとか力ですとか。結構分かれますね。速さと力の方、でも運の方も。どうしようかな。マですって方もね。でもそうですね。こんな割れるんですね、やっぱね。それぞれすごい割れてますね。いい感じに。ヒロインとかマンにしてる。速さ。じゃあいいですか、僕はじゃあ力で。はい。でも今の聞くと運もいいな。いや、運はそうなんだ。なんかいざという時にこうね、生きてくる気がして、ね、自分の力でどうしようもない時とか。じゃあちょっと運でいきます。やった。ラッキーになったよ。はい。よし、これで。じゃあもう一戦ぐらいいきますね。ここでもケットシーちゃんたちがね。多いですね。おお、いいですね、このスライディング。すごい広いけど左下のマップでかなりわかりますね。見通しが効きます。はい。なんか移動の爽快感ありますね。これまだ戦ったことないですね。はい。ワークは。カキさん。はい。ガキさんと。マンドレイク。あれ？マンドレイクさん燃えますっけ？マンドレイクさん燃えます。燃えますね。燃やしちゃいますね。ちょっとでも会話もしてみます。あ、そうでした。せっかくだったら。そうでした。はい。どんな感じで来るか。はい。言っています。そうでした。会話。主人公が悪魔に話しかけた。ね、あそこだ。可愛い。ちょっとタイプの子供タイプのね。無邪気な。無邪気タイプだ。遊ばない。ただでは遊ばないだってどういうこと？もういきなり子供相手に。ねえ。これもカツアゲ。どういうこと？お金を要求して遊ぶね。どうしましょう。でも逆にこういうパターンが急にコロってなる時もあるじゃないですか。そうなんですよね。これ本当わからないんですよね。そんな性格してたのっていうパターンもあるじゃないですか。マンドレイクちゃんどうでしたっけ？子供っぽいから普通に遊んであげますかね。流れをちょっと作ってみてそこからかな。はい。じゃあちょっと遊びます。じゃあお兄ちゃん。変な役与えられたけど。結構危ない。変な役を。なんで？いいな、いいの出ましたね。何これ？いやいや素晴らしい。どういう待ってるの？どういう遊びなんですか？素晴らしい。もう本当に今全世界から見に来てくださってる変態ピープルの皆さん大喜びですよ。喜びじゃないんだよ。変態ってこうグローバルに通じる言葉ですもんね。通じるいっぱい変態ってみんな書いてます。変態ってねローマ字でね。変態ってみんな書いてますじゃないんですよ。この主人公の寂しい後ろ姿見てくださいよ。変態って言われた後の本当ですよね。立ちすくんでるじゃないですか。荒廃した東京に降り立って荒廃した世界の中で。待ってとりあえずこれどんな遊びなんですか？変態の役割り当てられてさ、ちょっと進めますよ。どういう？いやでも道徳的だよ。逃げるじゃん。変態が来たら逃げましょうっていうなんかすぐね普通そうですよね。正しいことを教えてあげてるわけですよ。変態が来たら逃げますよね。立つ手がないですよ。ちょっと待って行かないでよ。逃げないでよ。逃げられたらもう本当にそんな寂しいことないよ。どうなるのこれ？うわ変態だ。やばいぞ。でもあっちの方が。逃げたよ。ちょっと待ってよ。変態だった。じゃあもう一人か。ガキさんはいけない。ガキさん行ってみます？ちょっと待ってくださいよ。ちょっとね。変態で逃げて。まあ変態ですもんね。もう一回じゃあねオローラキさんのかな。どっちにします？どっちましょう。マンドレイクちょっとリベンジしていいですか？やっぱその子供とはいえそんな直球じゃダメなのかもしれないですね。あ、身構えている。ちょっと怖いんだ。怖がってんのかな。こちらも身構える。さっきの言われたんでこう身構えますけどね、こっちもね。ちょっと同じね意思表示をして。そうですよね。
だってそうですよね。構えを解かせるは変態だビュンの可能性ありますからね。そうですよね。このもうだってこの主人公、触ってきた変態ですもんね。今んとこ変態ですから。多分変態は解けてない。そうそう。今んとこ僕変態ですから。友達一人逃げてるわけですからね。そうですよね。目の前でね。確かに友達が変態になって一人逃げてるんだ。そうですよね。それは怯えますよ。それはビクビクした状態で会話スタートしますよ。そうね。そうですよ。じゃあこっちも身構えましょう。そうですね。あんま近づくのやめましょう。一回ね。じゃあ身構えますこっちも。おおほらほらほら。すごい。よし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 。でできる悪魔ね。できる悪魔。行くよ。何どういうこと？なんか来る？なんか受け止めてねって来てる。あ、いいだろう。どういうことだ？どれだろう。いいだろう。やめてくれ。返り討ちだ。返り討ちはちょっとやっぱね攻撃的すぎ。これだからいいだろう。変態だですよね。怖いのはね。そこだけですよ。いやもうでももう大丈夫ですか？もう多解けた。分変態の誤解解けたんじゃないかな。本当ですか？ね、構えて。僕はもうトラウマになってますけど、新しいメガテンの新しいトラウマになってます。そうですね。なんかまさか変態ごっこが搭載されてると思わなくて。ねゲーム始めて一言目に変態って言われると新しい要素ってこれだったのかなみたいな。はい。じゃあいいだろうでいいですか？とりあえずここはね受け入れて受け止めましょう。おお。可愛い。可愛い。おーやりました。やったレイクちゃんが。さあ今後ともよろしくということで。いいな。嬉しい。心温まるエピソード美でしたね。しい。可愛い。みんな喜んでる。でここで仲間に入ってくれたんですね。いいですね。いい。つぶらな瞳で。なるほど。最初に身構えたりちょっとやっぱ一癖あるというかね、そのまんまじゃない感じで。そっか、ガキさんはジャイブトークとかそういうあれなのかな。ちょっとね、どうなんでしょうこれバトルすべきなのか、それともちょっと進んでみましょうか。ね、リストみたいなのがありますね。ジャンプもできる。はい。よいしょ。あいつら本当に嫌なやつらだって。ねえねえそこの君、僕アガシオンって言うんだけど僕の話聞いてくれないか。聞いてあげましょうよ。面白いですね。ね、大門。ね、大門って悪魔知ってる？番組で見た。番組で見た。そう今見た。であいつのせいで牙で噛みついてきたり槍でチクチクしてきたり壺の中で小さくなって耐えるしかないんだ。これ好きでここに入ってるんじゃないな。なんか居心地がいいのかと思ってた。なんとかして大門をねサブクエストみたいな倒してっていう。クエストこういうなんだ。必ずものやっつけて。はいはいはい。これでじゃあやっつけてからここに来ると3体。かわいいな。頼んだよと。あれ気になりますね。青いな。気になります。本当だ。そうだ。悪魔合体もしなきゃ。あそこですかね。ね。体力回復っぽい感じもしますね。何ポイントだ。泉っぽい感じもします。記録。邪教もあります。いろいろできるってこと？ほう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 。別の場所に移動。アイテム購入。邪教もありますよ。じゃあ行っちゃいますか。行ってみましょう。ね。邪教の世界なんですね今回は。ね、館から世界になって。ソピアさん。このセリフはおなじみなんですね。ちょっと初合体しねちゃいましょうか。はい、お願いいたします。どうしようかな。どの子にしよう。いやマンドレイク。そうですね。取れたてのマンドレイクちゃんを。なんかあんなに変態なことしないって約束したのに。なんかちょっとかわいそうな。変態に合体させられるんだ。結局変態だったっていう。はい。ね。なるほどなるほど。もう合体はちょっとここでじゃあねじっくり見ていきたいなと。どうしよう。マンドレイクちゃんとなんかこういう時にピクシーちゃん使うの抵抗あるんですよね。いやもうそう今カンペでピクシーってきたけど嫌だよ。ピクシーは嫌だよ。僕はピクシーはずっと持っとくんだ。ね、でもなんかすごい誘導されてますね。嫁だよ僕は。ランタンで。オンモラキにしましょうそしたら。そうですね。エンジェルがねできますからね。じゃあオンモラキとマンドレイクでいってみますか。なるほど。スライムだと小玉で持ってるよっていう。ね、表も見やすい。本当にエンジェルなんか変わりましたね。これで何を覚えさ。でも2個だか
これはもう選択して選べるんですね。うんうん、いいですね。いいハマいいですね。ハマ必要。確率で即死。このプラスとかどんどん上がっていくのかな。お、味方全体 HP 消回復もいいな。いいですね。ニュースキルリカームが入るんですかこれ。あ、次このこ後れレベルで上がると手に入るんですね。へえ。見やすいですね。ね。合体いきます。お願いいたします。初合体ですね。はい。どうだ。おお。雰囲気変わりましたね。おお。合体のとこだったんですね。PV であった。ね。あ、びっくり。あ。どういうこと？パイプオルガン。あ、生演奏？生です。毎度。いつものあの音楽を彼が自分で弾いてるんですよね。自分で奏でて。おお。なるほど。またガラッと変わりましたね。めっちゃいいじゃないですか。はあ。へえ。こんな感じで合体が行われていくんですね。じゃあ毎回主人公がピアノ弾いて、ピアノかな、鍵盤かな。オルガン、パイプオルガン、パイプオルガンかな。ね。面白い。ね。いろんなね合体も逆引きとかもあるし。逆引きできるんですね。きっとこれ続報でねちょこちょこ出てくるんでしょう。そうですね。毎週でしたっけ？毎週やりましょう。毎週の続報でね。仲間を集めて。すごい。また来ます。じゃあちょっとクエストやっちゃいますかね。せっかくなら。はい。いろいろやりたくなりますね。しておきますか。ちょっと食らってるもんな。回復。お金がそうですね。ここはただなのお金いるの？お金一応ね。ちょっと使う。ね。よし、これでじゃあクエストをね。パーティーもエンジェル入ってますね。どうします？スライム入れちゃいますね。スライム入れる。スライム入れちゃっていいですか？そうですね。あれエンジェル。クエストいっちゃう。了解です。今日出番がないんですね。そうですね。クエスト大門を倒してっていう。大門を探さない。3体ぐらい倒すって言ってましたっけ？ 3体ってね、そう受注来てましたね。いや本当に世界が広いな。ちょっと急いです。おお、バボ。一気に来ちゃう。すごい。切る。よし。いけた。これ大門じゃないですか。これ一気にいけたら、大門だ。大門です。5体5体じゃない4体。4いるから。まあそのうちでもう3体倒せたら。でも弱点まだ上がってないですもんね。そう新しいですからね。全部ハテナだ。試しにいろいろやるしかないですよね。それでじゃあアギーって言いますか。この系からいってみます。当たれ。弱点であれ。いやちょっと弱いかな16。レジストになってました。残。いろいろ属性をちょっと。どうだ。違うか。そこそこですけどね。覚えたての。ハマいいんじゃないですか。ハマ。いけるかな。おお来た。よし。一発強っ。いいですね。スライム。ちょっと幻惑とかね、タストマとかしちゃってみますか。効かないかな。効かない。やってみますか。
あ、かかりましたね。うん。よしよしよしよただね、また歯ができるとね、いいですね。し。そっか、でももうジオも弱点か。ってことはこれでもう一旦増えますよね。面白い。よしよしよし、これでもう一旦。ピクシーか。ピクシー、でもピクシーはないな。そっか、持ってなくて。防御力。もうボス戦だったらまずかけてるって。でもちょっと見てみたいって。見たい。いいんですか？落下者していいんですか？誰にかけるかね。主人と一冊ね、ちょっとカシャカシャして。定番の。こんな感じ。連れてきてよかった。大活躍ですよ。やっぱこう避けてまたね、相手のターンが一個減るっていうのもね。今気づいたんですけど、フルムーンですね。あ、本当だ。フルになってるね。もしかして元気なのかな。はい。よし。これでまた。いいぞ。確かに落下者単体。でも多分このプラスとかでね上がっていくんでしょうか。それもちょっと今後のお楽しみですね。疲れてる。もうね、早く楽にしてあげよう。いや、まだね、ギリギリまで。そういうタイプ？こっちからやります。元気な子。元気な子から。もう2人と。もうこれはね。スライムがなんかすごい後ろ姿こんなにまじまじと見たの初めてかも。近いですね。こんな感じなんだ。いいですね。これでもうね、この子も倒すけど。でも3体倒してますし、ちょっと話しかけてみます。この状態で。この状態で話しかけるできるんですか？この子、そうか。トークできるんです。ちょっとじゃあね、声かけておきましょうか最後に。この状態だったらね、仲間になりやすい。ね、一人ぐらいはね、生贄的ななんかね。こう見たろって、周りのやつら見たろ、どうだったか見てたろっていう。さっきのアマシオンにね、ちょっとお土産みたいな感じで、干物みたいな感じでこうなんか持っていってあげるみたいな。こいつに変態って言われたらまた。いやもう最悪。めちゃくちゃ傷つきます。もう子供。変態固定ですか？断られ。ね、てか飛んでるの疲れつってるからやめればいいのに。確かに。立ってばいいだけなのに。いきます。主人公は悪魔に話しかけた。味方になるんじゃないですか。物欲しそうに見ている。物欲しそうですってね。踊る、歌う。物欲しそうに対して踊ったり。これ真っ赤以外でちょっとね与えてあげたいな。踊る、歌うか。歌って踊れるんですね。マッカをちらっても多分マッコなのかな。でも意外とね、なんか。悪魔の価値観ですからね。ね、悪魔って何を求めてるのかって。今のところ僕の経歴でいうとこの踊るは裸踊りになるわけですよね。そうか、変態だもんね。だからってなると、まあフルムーンでトークしてるからもうめちゃくちゃなんですけどね。ね、そうこんなね月齢的にピッカピカでね話しかけてるっていう。じゃあもう歌いましょう。歌います。歌いましょう。よし、歌を何歌うんだろう。歌はやっぱりね。はい。よし。共通ですから。主人公は歌ってみた。いいね。どうかな。うるさい。うるせえってやる。いや今なんか隣の部屋の人にドンってやられた気持ちになりましたね。なんかね。うるせえとか言われて。確かにさ、こんなに参っててもなんか頭痛とかもひどいだろうしね。そこでさ、このゼロ距離で歌われてもね。うるせえ。もううるせえ。マジか。そっか。でじゃあどうする？うるせえって。いなくなった。引っ越した。いなくなっちゃいましたね。うるさいって引っ越したね。クレーム言って引っ越しちゃった。でもね、見事クエスト的にはね達成してますから。踊ったらまだいる。踊ったらどうなったんだろう。やかましいみたいになるのかな。それともなんか喜んだりするのかな。そうだ。でね、クエストで。ちょっとじゃあ方向つけてきてよと。この辺でしたよ。そうか、でも多分歌ったり踊ったりして喜んでくれる子もいるってことですよね。選択肢があるってことはね。
それが楽しみですね。お、チェックマークついてます。ありがとうって。そう、ごめんね、お土産にもう一体大門を持ってこられなくて、なんかそうね、これでみんなも喜ぶよ、本当にありがとうだって。よし、達成しました。お、何？へえ。ああ、やっぱり。面白そう。面白いです。面白い。このなんだろう、じわじわ面白さが増していく感じ。ちょっと会話ね、かなりブラッシュアップされて会話ね、いいですね。会話だけで今度1時間やってほしい。ね。といった感じで改めてね、ゲームプレイいかがでしたか？いや、もう楽しかったですね。今までのいいところも引き継ぎつつね、新しい要素もありそうで、ちょっとやっぱ続報気になりますね。この感じだと。これからね、どんな要素が盛り込まれてるのか、浩二さんはいかがでした？ね、今までのね経験値でスイスイいけるんだけど、多分初めてやった人もね、やっぱりこの世界の美しさとキャラクターの魅力でね、結構引きつけられていくんじゃないかなと思いますね。ねえ、早くやりたい。またやってくださいね、番組の方で。ね、さあではね、ちょっとじっくりねかなり行ってまいりましたが、ゲームプレイも終わったところで、信夫さんチャレンジ悪魔シルエットクイズ。はい、まだまだございました。改めてこちらシルエット化された悪魔の 3D モデルを見て、ね、当てていただくクイズでは早速参りましょう。悪魔シルエットクイズ。信夫さん、この悪魔の名前を当ててください。どうぞ。その4まで来ましたね。これは、まあ、非常に見覚えあるとは思うんですけど、というかね、色欲しいんですよね。そうですね。これね、シルエットってね、全部塗りつぶされちゃうからね。鬼っぽいですよね。でもね、それ系のそのシリーズと言いますか。系だとね、これどうでしょう。そう、か、ご覧の方は色なしでこれを当てるっていうのはなかなか大変かもしれないですね。これはもう運ですね。さっきでも運に振りましたからね、ステータスね。ああ、なるほど。そう、このために運に振ってる。いける？鬼はでももうなんか一つのだったような気がするんだよな。風紀水のどっちか。そういうね、ちょっとどっちだったっけ？実際見ればすぐわかるんですけど、そうだから持ってるこのね、そう、これどうでしょう、ご覧の皆様。あ、ちょっと悩んでるみんなも悩むでしょ、これはね、いらっしゃいますね。分かれてますか、2つか3つ。ちょっとそうですね、ちらほらと出てきた感じで、なんだろうって。でもね、結構当てていらっしゃるような。あともう一体ぐらい鬼もいたような気がするんだよな。結構ね、お兄さんたち可愛いですよね。風化水。あ、でも当てていらっしゃる方も。すごい。どうしましょう。浩二さん。これちなみに何だと思いますか？いや、僕は言いません。なんでですか？なんでここで変な声ボケるっていうのもありですけど、一番ボケやすい。そしたらね、この人の負担が減ってしまうので。いいじゃないですか。当てもしないし、ふざけもしません。なんで分け合っていきましょうよ、そこは。なんで助け合ってさ、そこは。なんでですか。でもここはね、外したら外したで本当にポスター減らしましょうね。なんでしょうね。いかにこの番組がガチかっていうのをちゃんとやりましょう。どっち側なんですか。新メガテンですから、これは。そうですね。まだ4問目ですからね、最後も残ってるし。もう3枚は出てる。どうでしょう、皆さんね。ここでボケてって、ここで来るんだ。ここでボケてってきました。でも結構やっぱり。すごい、皆さんもう一気に正解が。だんだんまとまってきましたか。はい。なんでそんなにすごいな。すぐ、でも鬼ってね、そうおっしゃってる方もね。鬼、そうですね。でも鬼は一つのだったよ。これね、頑張ってほしいけど、なんかパッてもうね、じゃあ。いや、私も心苦しいですが、時間いっぱいですよ。では、信夫さん、どの悪魔かお分かりになりましたでしょうか。お答えください。お願いします。水気。さあ、では正解はこちらです。いや、松田さんの顔が一瞬ね、
あ、そっちなんだっていう顔を。すごい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 。だってなんかかわいそうなんだもん。私が運です。かわいそうさで。そう。あ、そっか。だってまだ最後が。よかった。あんた振ってなかったらじゃあ。いやこれ素晴らしいですね。いやー。よし。よかった。よし、4枚目ですよね。4枚目。これはでもちょっと難しい。でも5問目さらに難しいとなるとね、ここでちょっとすごい簡単だろうってねおっしゃる方もいるからすごいよな、ちょっと申し訳ない。よかったです。ポスターはもう4枚ねプレゼントできますので、もう4枚あれば大丈夫。次は僕らってこと？次はもう試されてる。もう最後はどうかわからないね。ただね、すごいコメント欄の皆さんがね、そう風紀はもっと顔が丸かったようなとか、そういろいろねやっぱりみんなすごいな。すごくね。そう武器で覚え武器も違ったような気がするんですよね。武器見ればすぐわかるっていう。とっさにねそれがねシルエットだとね。さあではちょっとねすごい盛りだくさんで番組もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりましたので、改めまして初回限定版のお知らせをここでさせてください。はい、まずこちら新女神転生5初回限定版禁断のナホビのボックスは新5を彩る悪魔や音楽をふんだんに詰め込み、さらに作品内で禁断の存在とされる主人公ナホビノの姿を模したアイテムが付属された本作の魅力を凝縮した初回限定版です。まずね女神転生5のゲームソフト、そして2つ目にシリーズ名曲メドレー弦楽四重奏アレンジプラス新5の先行ミニサントラ、そして新1から新4ファイナルまでのシリーズ人気曲を厳選して格式高く宗教的な雰囲気を持つ弦楽四重奏にアレンジ、さらに新5の先行ミニサントラがセットとなったこちら新シリーズ全ての英知を詰め込んだまず音楽のね音楽新刊がついてきます。そして3つ目悪魔新刊、こちらは新規悪魔を含めた新5に登場する200体以上の悪魔のリタッチ画像に加えて解説を載せた豪華ハードカバーの、書物となっております。そして4つ目がナホビの T シャツ、主人公の白青髪の青の2色ラインが混じり合うナホビの形態をイメージした T シャツです。そして5つ目が特製ケース、作中に登場する知恵の木をベースにこちら登場キャラクターの瞳をあしらった特製ケースとなっております。もう珠玉の初回限定版気になった方はぜひ、もう結構でも予約済みの方がね多いみたいですけれども、まだの方はねぜひこの機会によろしくお願いいたします。そして明日からですね、なんと発売日まで毎日メガテン公式ツイッターおよびアトラス公式 YouTube チャンネルにて日めくり悪魔動画というものを公開いたします。こちらです。なんかすごいおどろおどろしいですが、こちらはですね6月17日から新女神転生5に登場する悪魔の中から214体を発売日まで毎日日替わりで紹介、動画の最後には悪魔シルエットクイズもございます。毎日ってすごいですね、狂気ですね。はい、だから自分の好きな子は今日出てくるかなとか、いつ出てくるかなっていうのをねぜひ楽しみにお待ちいただいてシルエットクイズもね挑戦してみてください。ね、先ほどのぼうさんにね挑戦していただいたクイズそのまま動画に入っておりますので、ぜひお楽しみください。そして番組からのお知らせまだまだございまして、こちら新5発売日決定を記念したシリーズ作品のセール情報をお届けいたします。 3DS の新女神転生4、そして4ファイナル、そしてディープストレンジジャーニーのダウンロード版が 40% オフの1966円、そして任天堂スイッチの新女神転生3ノクターン HD リマスターのダウンロード版がなんとこちらは4649円にてお買い求めいただけます。期間は6月30日まで、なんともうセール開催していて今すぐにでもお買い求めいただけるとのことです。さあのぼうさん、新 3HD リマスターの価格4649円、ちょっとお気づきになった点など。まあ今後ともって書いてある。はい。今後ともよろしくっていう。はい、そうなんです。ここ本当大事なところで、ぜひぜひまだプレイしてない方、あとそうですね。プレイステではプレイしたけどスイッチまだだなみたいな方とか、ぜひこちらね今後ともよろしくの4649円でよろしくお願いいたします。さらにまだございましてメガテン関連の商品のお知らせです。はい、可愛い子来ました。マックスファクトリーよりとびきりの悪な悪魔ジャークフロストがネンドロイドになって今月発売となります。そしてなんと、スタジオに今ねロボさんのお手元にございまして、いやこのチビジャークフロストがまた可愛い。手に持ってる。
握ってるんですよ。ね、ちょっと逃げようとしてる感じもあってね。めっちゃ可愛いですね。そう右手に握りしめたちっちゃなジャックフロスト、そしてガニ股の再現、床に座った状態を再現できる交換用の足パーツなども付属しております。ネンドロイドはジャックフロスト、そしてジャックランタンも発売中ですので、合わせてお楽しみください。ぜひ皆様のねお仲間にしていただければ幸いです。そしてまだまだございます。セガにてサービス中の新女神転生のスマートフォン向けタイトル D2 新女神転生リベレーションからのお知らせ。こちら女神転生5新女神転生5の発売日決定を記念して555ジェムを全員にプレゼントするキャンペーン開催いたします。ジェムの受け取りはこの放送終了後から6月25日まで、まだプレイしたことがないという方もぜひこれを機に始めてみてください。ダウンロード済みの皆様ね、期間中にぜひお忘れなくお受け取りください。そして最後に新女神転生5では皆様からのメッセージをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ新女神転生5発売待機をつけて本作への熱い思い、あとはね先ほどの実機プレイとかでちょっと気になったこととか応援メッセージとか質問とかどしどしご投稿ください。皆様から寄せられたメッセージ、今後公式番組などで紹介させていただく場合もございますのでご了承ください。発売まで一緒に盛り上がってまいりましょう。以上お知らせのコーナーでした。では番組もねもういよいよ終盤戦、ここでのぼうさんチャレンジ悪魔シルエットクイズ。最後だ。最後ですね。はい、最後のクイズやってまいりました。改めてチャレンジの内容はシルエット化された悪魔の 3D モデルを見て名前を当てていただくクイズ。では最後のクイズいってまいりましょう。のぼうさん、この悪魔の名前をお答えください。どうぞ。なんとか典型のね、紛らわしいですね。これこれはいかがでしょう皆さん。分かるようで名前がね出てくるようでね出てこない毘ことも。沙門天とかですよね。増長天とかで、その色をくれ。色欲しいですね。色をくれ。やっぱり悪魔デザインって色彩とかがねすごく感覚に訴えかけてきたんだなって。そうそれでね印象にすごい残ってるとこシルエろもあるから。ットもねもちろん美しいんですけれども、まあちょっと持っている武器とかなんとかこのね頭の感じとかの佇まいでねいかがでしょうか。それよく見ると違うんですよね。よく見るとね、そうなんです。っていう話なんですよね。これ面白いですね。結構コメントでも割れてます。割れてます。これ難しいって。これはでも当たってる方も。じゃあもう運みたいな感じに。これこそでも運さっき使っちゃったからな。またさっきのも難かったからな。これでもね正解してる方もいらっしゃいますし、わかりまてんっていう人いて可愛いなってね。さすがに持ってるもので判断されてる方もいて、すごいな。ちゃんとこのポーズはとか、これ面白いですね。増長天、実国天、四天王はね、項目天、毘沙門天かですよね。さすがにこっちかこっちかみたいな。でもこれかもみたいな。そう頭のね形とかね。これはね、もう運だ。こうなると。これは本当にちょっと先ほどは回答いきましょう。はい。待てよ。アトラスの方がさっきからなんかいろいろ手でやってるのは、あれは答えはあれでしょ。サインで教えてくれて。そうなの？そうなんですか。ちゃんと教えてくれてたんですよ。でもこれはもうシルエットと変わらないから、こうやってなんかやったとしても。そうでもすごいコメントでみんなね応援してくれてるね。ボケるチャンス。ボケるチャンス。なるほど、わかんないなら。ボケでっていうのも来たんですね。これでもこれならヒントあげたいけど、さっきちょっとね目くばせをしてしまったから、でもこう持ってるものでなんとか。でももう大丈夫。4問自力でね正解もしてるし、そうみんな似てるんですよね。特にシルエットになると。なるほど。この応援メッセージを届けてあげたい。でもむちゃくちゃ面白いボケ出せば多分許されますよ。確かにまあね。一発ちょっと言っていいですか。お好み焼きを焼いてるマーラ様。普通に行きます。早い。普通に行きます。
に僕そうだ僕前回もマーラ様でやらかしてんだって忘れてたやべえすいません大変失礼しました4分の1じゃあ当てます4分の1もうちょっとシーンとなってから次行けばいいのに。いや何ですかねもう十分待ったですよ沈黙に耐えられなくて耐えられないですよあんな沈黙はきっとコメント欄もひどいことになってるんでしょ今の直後はコメントはって言われてるほら危ないもう分かったんですよなんか電波で分かりましたなんか不思議な能力がつきました僕不思議なスキルが電波で今荒れてんだなっていうのさっきまですごい暖かかったのに手のひらほらいや分かるんです僕もスキルで電波読み取りのスキルででも4分の1当てたらじゃあ許してくださいさっきのは頑張ってほしいもうないすぎてはいいいですかじゃあはいまだ荒れてますかまだ燃えてますかもう大丈夫ですもう大丈夫ですかもう大丈夫です沈下は大丈夫ですもうなんかみんなよしみたいな感じになってますもうよしっていうことだ4分の1なんです多分ねでなんかこう一番響きがいいやつみたいなねどれも響きいいけどいいですかはいではよろしいですかどの悪魔かお分かりいただけましたでしょうかお答えお願いします項目点さあ一体この悪魔何なんでしょう正解はこちらですいやこれまあ増田さんなんかこう持ってるものをねブツブツ言ってませんでした本当ごめんなさいこう持ってるものなんかそれがすごいなんか耳に残ったような気もしないでもないんですけどちょっと私が匂わせをしてしまったかもしれない半分そうですねかなりでもこれはね難しいよちょっとねこれはむずいですよ本当にとんでもない問題持ってきたな結構ねコメントでもあるでもよかったやっぱ当ててほしいっていうのがありまして共同作業ですはいそうなんですいやでもよかったみんなすげえってやるじゃんって言っていやこれじゃ5万円ですもんねそうよかったこれではい晴れて見事全問正解ということでキャンペーンのプレゼントポスター5枚ちゃんとねやっぱり女神転生5だから5枚そうですね5あった方がプレゼントいたしますのでぜひ皆様ぜひねこうハッシュタグ新女神転生新5発売日決定ねこちら新女神転生5ねハッシュタグでぜひ番組の感想そしてメッセージツイートよろしくお願いいたしますはいよかったはい一応ねこれがダメだった場合のなんか救済措置で30秒プレゼントとかもあったんですけどねでもそれも準備してきてるでしょ準備してきてる人やめなさいよどうしようこの後聞く人は準備してきたことを言うんだっていうのですごいハードルがすごいですからいやせっかくプレゼントしてきてやるの全問正解したのにせっかくだから30秒プレゼント30秒って結構な短さですよでもなんか緩やかに気負わずにねもう5枚プレゼントは確定してるしで皆さんハッシュタグはね新女神転生5特番ですねこちらでも僕聞いたんですけど信夫さんのゲームプレゼンって日本一らしいですよ誰がしたんですか嘘ですよそんなの絶対聞きたいなとそんな嘘なんでそんなバカみたいにハードル上げるんですかその新女神転生5の行く先を占う上ですごいプレゼンが良かったらさらにポスター2枚私と浩二さんの分かな違うでしょ違うのさらに増やしてくれるすごいさんのプレゼンがこれが良かったらはいさらになんと5増やしてくれるのねプラス2をはいここでいただきました30って結構ね短いんですよ短いようでそのプレゼンゲームのねプレゼンはちょこちょこやらせていただいたりとかする30でやったことは1回もなくですねでもねせっかくなのででもね早いなポン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 すいませんどれポンポンでもねじゃないんですよでもねなんかほらメモあるしいやそうだからもうこのメモもメモというかちゃんと準備してきてますやめなさいよそういうのだからしっかり準備してますじゃあもうこれでミスった場合ね準備してきたこともできないのかにもなってしまうし言わない方がいいんですよ準備してきたんだねとかさあそれではじゃあこのでも判定は大丈夫です浩二さんがね実はしてくださる流れなんでそうかいやもうダメなんだダメって言いますよ途中で途中で止めますそんなことある今日そんなに噛んだりとかしたらコンビネーションがいいんですかねことですかねでもせっかくなのでそのね今回初回限定その禁断のナホビのボックスそうです5はまだねちょっとしかやれてないですからボックスについてってことですよね伝えていきたいなと思うのでここはすいませんちょっとねいろいろ負担がねちょっと大きいとは思いますがお願いいたします
では判定は浩二さんにねお願いして、うまく伝わったらポスター2枚ね。ダメだった場合なんかブーとかって言うんですか。なんいやもうその時ブーって言います。ブーって言うんですか。アナログだな。ブーっていう。はい。ちょっと待ってください。でもダメにした方が僕らはポスターもらえるわけですよね。そう、結局私たちが持って帰るっていうね。持って帰れるから。自分でサインしたポスターで。用意した2枚を自分で2人で持って帰るってことですか。はい。ダメだよだから。どうしても持って帰りたい。今日欲しいですよ。今日僕だって欲しい。なんか大変人が減ってるって言われてるからじゃあちょっと。皆さん集まってください。今からすごいこと始まりますから。期待感をもっと持ってプレゼン。ではのぼさんね、こちら新女神転生5の禁断のナホビノボックス30秒プレゼンお願いいたします。はい。ということで初回限定版のナホビロボックスということで、悪魔がね200体以上乗った悪魔進化もあり、ナホビの T シャツもあり、特殊ケースもあるんですけども、僕がやっぱ一番ね秒数出さないで、怖いからやらしてちゃんとやらして僕が一番推したいのはやっぱこのねBGMがね、僕はメガテンの中ですごい推したいということがあって、そのサントラもついてます。やっぱこの荒廃した世界をね一瞬でも気を抜いたらやられてしまうというその緊張感のバトル。あと10秒です。なんで言うのだ、ちょっと喋ってるからこの戦い抜いていくという、その中でのこのハラハラドキドキを最上級までに引き出してくれる BGM、 このね BGM がたっぷりと入った新1から新4ファイナルの BGM も入ってます。その人気曲が入ってます。新5の新5の先行ミニサントラも入っております。過ぎてない？入っておりますので、こちらをね皆さんお買い求めいただきまして、今年の年末はメガテン沼にずっぽりと入ってみてはいかがでしょうか。以上アトラスからのお知らせでした。ありがとうございました。さあ1分12秒。ごめんなさい、だから無理なんです。もうだから12秒とか42秒オーバー。時間もオーバーだしなんかね言ってることもよく分かんない。いやでもあれなんですよね。でもやっぱり言葉にうまくまとめられたらそれは好きじゃないっていうかね、好きなものってまとまらないんだよなっていうね。そうなんです。今のも僕だいぶ削ったんですよ。本当はもっと喋りたかったんですけど、下手くそかって言われてる。下手くそなんだ。下手くそでした。浩二さんいかがですか？いや今のね確かに下手くそだったけど松沢さんの一言でね救われましたよね。言葉にならないのさ、一言の言葉でまとまるような魅力じゃないところにゲームの良さもあるわけですもんね。新女神転生5。そう。メガテンは言葉にまとまらないっていうのが伝わって。説明しにくいですよね。そうなんですよね。知らない人に新メガテンね。今度5出るけどどんなゲームなの？どんなシリーズなのって一言なかなか言えないですよね。そう。でもね、すごい熱量伝わってきたよとか、そう気持ちすごいわかるよっていう。手厚いフォロー。そうフォローが手厚いフォロー。こんなに大の大人が2人して手厚い全力で。でもどうでしょう。チャレンジとしてはいかがでしょうか。はい、OK です。ありがとうございます。そっち。いやもうこれははいね。ぜひねポスター2枚追加となりましたので、大盤振る舞いですね。はい、7枚かな合計で、新女神転生5特番にて番組のご感想そしてメッセージよろしくお願いいたします。さあではねもうすごいあっという間にと言いますか、時間もねだいぶもりもりに盛りましたが、お別れのお時間となりました。改めて浩二さんと坊さん本日いかがでしたでしょうか。まずじゃあ浩二さんから。本当ねなんか盛り上がってきましたね。なんかやっぱりねみんなと一緒に久しぶりに新メガテンで盛り上がれるって嬉しいですし、発売楽しみだけど発売までにねいろいろ見せていただける V とかいろんな出てくる情報とかを頼りにですねなんとかいろいろ想像してワクワクして語り合うっていうなんか11月までも幸せにいられるし、もちろんね発売になったらぜひプレイしてみたいし本当にハッピーな日々が始まったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。最後ちゃんと温かく締めるっていうね。さあではのぼさん今日いろいろありがとうございました。あ
はい、いかがでした？いやちょっとプレゼンの方がねあんまりちょっといかなかったんでねちょっと次は練習してそんなことないですよ。でも本当にねお好きなんですよ。いやでも本当にねだからちゃんと時間ください。いやいやそのねそうですね、30秒いや時間のせいにしちゃいけない、これはもう今日いきなりねいけないんですけども、はいいやでも本当にねそれぐらい楽しみにしているということがね1ミリでも伝わったらなと、はいあと7枚分の疲弊した僕のメンタルを受け取っていただければなと、はい思いますけども、はいでもちょっとねプレイした感じやっぱねなんかその今まで楽しかったのが全部また復活しつつもなんか新しいものを見せてくれてるっていうのがねちょっと伝わってきて、でやっぱ聞いたらやっぱシステムがもっと新しいのがバトルシステムが追加されるとか、いろいろ出てくるみたいなんでやっぱ続報を待ってね、はいでその際にしっかりと全部まとめた上でまたプレゼンさせてください。そうですね、はい、またねプレイした上で改めて伝えていけたらと思いますが、はい、さあ今日はね皆様もねちょっとここまでお付き合いくださいましてありがとうございました。改めてになりますが新女神転生5 2021年11月11日発売となります。任天堂スイッチにてぜひお楽しみください。そして初回限定版禁断のナホビのボックスこちらもよろしくお願いいたします。また公式サイトもどんどんね更新されてまいりますのでぜひこちらもチェックしてください。そしてなんとね喜ばしいですね。ハッシュタグ新女神転生5特番で、ねトレンドの方も見事1位に、ね、すごいなお後がよろしいようでありがとうございます。すごい、ですのでこの勢いのまま発売日まで、そしてもちろん発売後も盛り上がってまいりましょう。こんなトレンド1位の場で僕はなんてことを、そうですね多分1位になった瞬間あたりにねいえねいや好きって本当言葉にまとまらないんですよね。それが特に新女神転生5で伝わるといいなと思いますが、そして明日からですね日めくり悪魔動画公開になりますのでぜひこちらもご覧ください。この後、ね、明日19時公開の悪魔シルエットクイズとして出題いたしますのでぜひチャレンジして明日の動画で答え合わせをしてください。それでは改めましてここまでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。失礼しました。